モバイルバッテリーでカメラ動くなら、電池でも動くんじゃね？モバイルバッテリーでカメラが動くなら、電池でも動くんじゃね？はじめは、そんな軽い気持ちだったんです。そう、はじめのうちは。まさか、こんな大事になるなんて。ミニ四駆にカメラを乗せてコースを走らせてみたい。誰もが一度は考えるアイディア。だからこそ、それにわざわざ挑戦する人は少ないのかもしれません。しかし、やりたいことをやるし、見たいものを作るのがこの企画です。その名が示す通り、自身のゴーストの囁きに従い、やってみることこそが優先事項。むしろ使命。意気込んで新型シャーシの FMA を導入し企画をスタートさせました。しかし、電池から USB 端子へカメラが動く電力を供給する仕組みは、言ってることは簡単だけど、やってみると意外に難しい、というすごく当たり前の問題に直面します。それでもなんとかカメラを起動させ、いよいよマシンを改造するようです。コンデレも狙っていきたい。その気持ちも十分わかりますが、不器用を絵に描いたような人間にそんなに器用に色々できるものでしょうか？とにもかくにも、今回の動画をお楽しみください。こんにちは。見たいものを作る企画、主任の僕です。こんにちは。通りすがりの助手 F1 です。さて、カメラをミニ四駆に乗せるっていう大雑把な企画の FMA 改造計画第2回目ですよっと。大雑把とか言うな。それで前回は、大失敗の連続でしたか？はあ？ちゃんとカメラを起動したし、良さげな動画撮れてたじゃんか。バッテリーケースを無駄に何種類か買ってたりしましたよね。俺は小圧回路に気がつくまで、もっとちっちゃいモバイルバッテリーなら乗るかなとか、Amazon を検索しまくってましたよね。なぜそれを知りよるか。つか、まだ買ってないし。結局単4電池2本で、カメラ起動しましたけども、どうやら主任さんのカメラの操作ミスが通電しない原因だったとか。バレたか。動画の尺だって USB の説明とかをしなければ前回だけで完成したのでは？ KO。さて、レイアウトも決めたし、ボディの改造からやっていこうか。今年もコンデレ狙っていくんでしょう？エグザクトリー。もちろんだと思う F1 君。そんなわけで、今回の新戦力ヒートナイフ。武器なの？てかホットナイフでしょそれ？ホットナイフ。いや、どうしても気分的にヒートナイフって言いたくない？これ。知らんがな。気持ちはわかる。早速テストしてみよどんな感じでしたか？なんかね、冷蔵庫の中でかなり眠ってたバターを包丁で切るって感じ。プラスチックをゆっくり溶かしながら刃が沈んでいくって食感かな。へえ、上手に切れたりしますか？カット面がね、ナイフの熱で波打つんだよね。そこは腕なのかな。ただのセタッピなのでは？たださ、ここを切ろう、そこを切ろうって試行錯誤しながら切るには気軽にできるかな。切ることへのハードルを下げてくれるのはいいかな。そんなもんですかね。めんどくさがりにはよく思えるんだよ。それで、はい、乗せました。結構みっちりいきましたね。これトップはどうしますか？これを使おうかと思ってる。お、充電器のカバーですね。このクリアパーツを再利用しようかと思う。本当に大好きですね。そういうやつ。いや、カメラとクリアパーツって割と仕上がりは良さそうじゃね。まあ、確かに。いや、サクサクっとカットできるのはいいな。こうやって大体カットして後で処理すればいいんださ。ヒートナイフでなかなか使えるわ。ホットって言ってるだろ。それで組み立ててマスキングテープと紙でイメージボディを作ってみる。どうよ。うわぁ、人に見せて良いんですかこれ？失礼な。イメージ、完成イメージだからこれ。まあ、なんとなく全体像は見えますね。ずさんな計画性。ヨレヨレなイメージライン。とりあえずつけたパーツ。LED とか乗せる余裕があるのか？高すぎなりゃ。妙に隙間の空いているりゃ。塗装は地獄の予感。不安要素を盛りすぎでは？ちゃんと仕上げるから見てろよ。じゃあこっからパーツを切り出していこう。紙とマスキングテープで型を作ったから、プラ板でパーツを作ってこうやってパーツを置き換えていく。現状がこれだね。リアガマ四角だ。お次はパテを使って造形と成形をしていくよ。おなじみのタミヤエポキシパテ。二大混合タイプですね。隙間埋めからやろう。工作精度が向上してませんね。スカスカ。大丈夫、そんなこともあろうかと。うわ、
出たよ、ヤマトネタ。ほっといて。ポリエステルパテ、今回はこれも導入だ。2液混合タイプで暇埋めとかにぴったり。ヒートナイフで波打ったプラメンもこれとヤスリのコンボでキレイキレイって作戦よ。完璧だ、完璧。そんなにうまくいくんですか？まあ見てろって、各種動画で勉強したからバッチリだ。不安しかない定期。意外にベタベタするな。よく伸びるけど柔らかすぎて思ったところにつかない。思った以上に隙間にうまく入ってかないな。知ってた。そもそも勝手が違いますもんね。あ、もう固まってきた。やばい。ほら、主任さんちゃっちゃとやる。エポキシパテと違ってポリエステルパテは効果時間がすごく短いんですから。え、そうなの？安定の見切り発射である。もう、だから説明書をちゃんとよし、こんな感じだ。って聞けよ。漏れてないパテ。たくさんある自信と隙間。カメラ穴。撮影を全く考慮してないただの穴。フロントは期待通りのボッコボコ仕様。とにかくデコボコ。イメージを優先しすぎた謎ライン。地獄のヤスリがけのフラグ。問題点しかない。主任さんこれ撮影テストしました？え、いや、してないよ。この穴から撮影するんでしょ？もしも、奇跡的に、上手に、出来上がっても撮影できないと、意味ないでしょ？テストはしてみようか。考えてなかったな。それじゃあトップカバーもかぶせて撮影する。どうよ。意外にちゃんと撮れてるね。ラッキー。とりあえず最低限はクリアした模様。あぶねえ、マジよかった。やっぱりそんなんだったか。さあ削って削って削る、埋めて削ってを繰り返す。それからどうした？はい、モデリング終了。なんかいっぱい増えてる。頑張ったからね。思い切りだけは余韻だから。やっぱり LED。重量増加なんてなんのその。アンテナ。こけたら絶対に折れるか曲がるや不意に足されたパイプ。マフラーが欲しかったの？リアタイヤカバー。後悔する地雷。狭いところにディテール追加とか、正気か？完成すれば、良くなるんじゃないですかこれ。完成すれば、ね。やってやるさ。さあ仕上げていくぞ。サーフェーサーをかけて見てみよなんとかなったりゃ。ありがとう。ポリエステルパテ。奇跡的な丸み。人間の手ってすごいなと再評価した。それなりに見える排気パイプ。パイプを曲げて、プラ板で立体をでっち上げた。割とまともに見えますね。う。そこは素直にかっこいいって言えよ。水研ぎのサンドペーパーが大活躍でしたね。下処理大事ってどこの動画でも連呼してたからね。頑張ったよ。さあまくるぞ。フォトショップを起動して映像からボディのカラーを決めよう。やっぱり黄色っぽい色がいいかな。そしたらサブカラーは黒だね。まあこの辺りは好みだよね。正直言うとまだ思った通りに塗装できないしね。下手ですからね。正面は銀とか入れてみよう。ロゴマークはシールから切り出せばいいかな。よし、これでいってみよなんか、もう見た目の色が違う。う。現場仕様だからこれ。ほんとセンスないんだから。メイン色を塗ってサブカラーを塗る。レモンイエローとオレンジがメイン。セミグロスブラックがサブである。はい、マスキングを剥がす。マスキングでツヤツヤとかが剥がれるのなんとかしたいが、塗装は修行が必要だな。塗装だけじゃないでしょうに。パターンは思った感じに仕上がったかな。よしよし、悪くないんじゃないかなこれ。むしろいい出来だ。今回はさらにこのパーツクリッパーを使うよ。これで LED の配線部分を作っていくんだ。手が増えるのって便利だよね。 LED はボタン電池を電源にする。点灯テスト。よし、いい感じだ。やっぱ光るのはいいよね。全パーツができたね。組み立てていこう。まずボディのトップの固定をするのにネオジウム磁石を追加。これで大丈夫なはず。すかさず不安を煽っていくスタイル。もっと他にいい方法はなかったんですか？プラ板ででっち上げた排気カバーにプラパイプを仕込む。瞬間接着剤で固定。電子部品も同じように固定。単4電池を入れる。カメラと USB ケーブルをつなぐ。カメラは両面テープで固定しておく。さっき作った LED をくっつける。独立してるから取り回しはいいよね。ああ、点灯の瞬間が最高にエモいよね。最高だわ。
気持ちはわかる。トップカバーをかぶせてシャーシに搭載完了。完成。おお、うまくはまった色。昭和の戦隊ヒーロー、ゴーグルダンプは最高です。光は正義。やっぱりつけたい LED。綺麗なラインができた側面。いっぱい磨いた傑作的なライン。レジン大好き。100均、最高。どうよ。このカラーバランスは良さげですね。むしろとてもよくできてます。だろ。アイデアだけはいっぱいあるからね。森に持ってやったよ。実現する技術がないってことですね。じゃあコース行こうか。やっぱり走らせるんですか？これミニ四駆だから。ちょっともったいない。言うな。分かってる。でもな、これはミニ四駆なんだよ。ってことで来ました、いつものコース。初見はお察し、ドノーマル。さあ行ってみようか。なんか思ったより激しいですね。スケール速度ってやつだね。音がそれっぽいですね。録音された元データはこの10倍くらいうるさいけどね。ああ、やっぱり焦点距離が問題だね。ノーマルモーターでこれだからもっと遅くしなければいけないね。ミニ四駆なのに遅くすることに知恵を絞るってどうなんですか？遅くするのは難しそうだな。これでコースの分析とかするのも面白いかもね。なるほど。それは新しい使い方かも。欲を言えばもう少し綺麗な動画になってほしかったな。編集も大変そうでしたね。それも課題だね。それでもこうやって2つの画面を並べてみると面白いよね。確かに。さて、かなり楽しく遊べたね。画面に迫力がありましたね。そうな、自分で言うけどこれはいいものだ。見栄えも考慮できたし、何よりもちゃんと撮れてる。2画面で見ると結構面白い絵ですね。コースを走るって感覚を味わうのは新鮮で面白いね。今回はトンネルが待ち遠しいですね。それな、今年こそはなんかかすってほし入賞とか言えばいいのに。いなあ。もう少しだけ改良してみようか。あ、まだやるんですか？ちょっとやりたいことができた。いつものやつ。ってことで今回はこれまで。良いねとチャンネル登録をお願いします。主任さんの最高のモチベなのでよろしく。それではまた次回。ミニ四駆作って走らせようぜ。ミニ四駆のミルフ。今回のおまけコーナー、はーじーまるよー。ってことで、3D プリンターの導入ガイド4回目です。今回はレベリングの話でしたか？そうそう。プリンターの台座を水平にするって話だよ。これって大事なんですか？超大事。少なくともこれってすごい重要なのにめちゃめちゃ面倒なんだよ。面倒なんですか？だから割と簡単にざっくりできる設定を紹介するね。モデルをプリントするときって、ノズルと台座の隙間に溶けたフィラメントが貼り付いていくよね。そうですね。それでそれを重ねる、積層していくってのがプリンターの基本。でね。つまりレベリングってこのノズルと台座の間の調整なわけさ。この隙間が大事。離れすぎてるとそもそもフィラメントが貼り付かないし、狭すぎるとノズルが台座を削ったりして事故るんだよ。あ、それって大変なのでは？そう。そして、必要な隙間は、なんと 0.1 ミリ。その均一な隙間が平面レベルで、必要なんだよ。確かに面倒だ。そこで用意するのが、この一般的なコピー用紙。この厚さは、0.09 ミリ。ほう、都合のいい厚さですね。そう、これを使うんだ。まず、ヘッドをホームポジションに移動させて、ヘッドのロックを解除。そしたら、コピー用紙を挟んで台座の上を滑らせつつ、下の高さ調整ハンドルを回す。引っかかったら広げて、スカスカすぎてもフィラメントがつかないから気をつけてね。これを台座の4点で行う。これを2周くらいします。1周じゃダメなんですか？1周だけだと大体最後を調整すると最初の点がずれてるんだ。うわ、確かにめんどい。でしょ？でもこれ必要なんだよ。もっと精度を高くするやり方もあるんだけど、印刷のたびにこれをやるのが面倒だから主任さんなんかは、コピー用紙と2周で OK とかにしている。印刷した後が問題だからね。なるほど。ってことで、これで印刷の準備はバッチリ。楽しい 3D プリント生活をしてね。次回は自分で 3D モデルを作るところからやるね。次回もよろしく。高評価とチャンネル登録をお待ちしてます。見たいものを作る企画。
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をお願いします。それじゃあ、また次回。